hat, heart, hut. Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。よくこれら3つの母音は日本語にないって言われてますけど、実は日本語にあります。実際87歳の僕の父が一瞬で習得しました。まず実際にこれらの母音が含まれている英単語、これら3つの英単語をうちの父に発音してもらいました。これが予備知識なしの発音です。hat, hot, hut, hot, hot, hut. もう完全にローマ字読みですよね。綴りを日本語式に読んでます。うちの父は87歳で認知症で英語全くの素人です。そこで、この母音はair、この母音はあ、この母音はあというように日本語にある音を代用して発音してもらいました。だからさっきの予備知識なしの発音から1分も経ってないくらいの発音です。それがこちらです。hat, heart, hut, hat, heart, hut. これをアメリカ人に聞いてもらったら、はっきり3つの音に聞こえる。はっきり区別してるって言われました。1分も経たないでできるようになりました。で、実を言うと、air、そのままじゃなくて、これは air だけど、もう少し口を横に開いてっていう風に言いました。そしてこれはだけど、もう少し口を縦に開いてと言いました。そしてこれはだけど、口をあまり開けないでと言いました。つまり、多少の細工をしました。ここで大事なのは、よくこれらはア系母音って言われてて、を細工する。からスタートして3つの音にするっていう方法で練習してる人が多いんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。でもそれは難しすぎるんですよ。もともと区別してなかったものを3つに分けるっていうのは、ものすごく難しいし、ものすごく習得に時間がかかります。だけど、もともと日本語で3つの違う音、この時点ですでに7割、8割完成しているものを、それぞれ最後にちょっと完成度を高めて9割にする。それだと1分もかからないでできるんですよ。もう一回聞いてみましょう。hat, heart, hut, hat, heart, hut. もう一つ大事なのは、発音はよく幼少期に、だいたい年齢が1桁の頃にやらないといけないみたいなイメージがありますよね。中学生とか大人だったり、シニアの方たちにはもう無理だみたいなイメージがありますよね。でも全くそうじゃないんですよ。よく臨界帰化説って言いますけど、臨界帰化説っていうのは 100% のネイティブの発音を目指すなら確かに若い方が有利な傾向はあるということです。でもそこまで目指さない。ノンネイティブなまりはあるけど確実に通じる発音。これだったら90歳近い人でもできるということです。ネイティブ発音、つまり 100% の発音だったら確かに若い方が有利かもしれませんが、ノンネイティブなまりはあっても確実に通じる発音、90% の完成度の発音だったら年齢は関係ないということです。もう一つ、この3つの母音は、発音そのものは今見せたように日本人には簡単なんですよ。日本人は発音ができないわけじゃないんです。ただ、どの単語でどの音を使うか、どの綴りの時によくどの音になるかっていう綴りのルール、つまりフォニックスですよね。音と綴りの対応、ここを知らないから発音を間違えてるだけなんです。うちの父も最初は日本語式にローマ字式に読んでましたからね。だから結局は綴りが読めないことが問題なんですよね。だから逆にそれを知らないと、口の動きだけいくら練習しても発音は間違ったままなんですよね。だから、英語の母音に関しては、口の動きの練習はもう最小限にして、ほぼほぼ日本語の母音を再利用するだけにして、しっかり綴りのルール、フォニックスのルール、そしてどの単語でどの音が使われてるかっていうのをしっかり覚えること。そっちの方が10倍くらい大事です。ぜひそちらに集中してみてください。まずは 80%、90% の完成度で、すべての母音を区別できるようにして、綴りのルール、フォニックスをしっかり勉強して、それぞれの単語でどの母音を発音すべきかをしっかり覚えて、通じるかどうかはもう問題ない。でも、それでももっと上を目指したい。もっとネイティブに近づきたい。91% 以上の完成度を目指したい。という時に、初めて口の動きの練習に全集中。という感じです。英語の場合は母音に関してはそうです。子音は逆で L とか R とか TH とか V とかむしろ口の動きの練習は必須ですけど、子音は綴りのルールより口の動きの方が難しいですけど、母音は逆ですね。発音は簡単、綴りのルールを覚えるのに時間がかかるという感じです。他の言語はまた違いますけど、英語に関してはそうです。英語の母音はどうしても綴りとか発音記号のビジュアルに惑わされて難しそうに感じちゃうんですけど、音そのものは簡単なんです。最後に余談ですけど、この予備知識なしの発音。hot, hot, hut, この発音。hut. この発音が日本語のふの発音じゃなくて、ちゃんと英語の H の音になってるんですよ。例えばこの hood
の発音に苦戦する人が多いんですけど、これがちゃんとできてますよね。うちの父は英語素人なので、発音とかフォニックスの知識はゼロなので、っていうか、認知症だから教えても記憶ができないので、分かってやってるわけじゃなくて、たまたまなんですけど、でも H の発音がうまくできてますよね。まとめると、これら3つの区別は、あを細工して3つの音に分割するのではなくて、あっていうすでに最初から3つのもので、すでに7割8割完成した姿に、ちょっとだけ細工して9割にする。目標は10割のネイティブ発音ではなくて、訛りはあるけど確実に通じる9割の発音を目標にする。それなら90歳近い人でも1分もかからずにできます。母音は口の形の練習は最小限にして、日本語の発音を最大限に活用する。口の形よりも10倍くらい大事なのは、どの綴りの時にどの音になりやすいのか、つまりフォニックスのルール、そしてどの単語にどの音が使われているのかをちゃんと覚えることなので、そっちに10倍くらいの労力を使ってください。It's a lot more efficient to utilize what you already have rather than starting from zero. この動画が少しでも面白いと思っていただいた方は、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。